結果的に言いますと、今回の小笠原遠征、完全に惨敗です。はい。というわけで今回はですね、小笠原のえげつない猛者と苦戦する俺をぜひ見てください。そう、今回ね、かなり巨大魚に出会えたんですけど、結局取りきれなかったんですよね。ただ映像は撮れてるんでね、皆さんで見ていきましょう。ちなみにこの平たい魚たちはツバメウオですね。沖永良部島の個体だと水中銃ですらつくのが難しいこいつらですが、小笠原だと触れますね。みんな真っ黄色な魚がいるのわかる？これ実はね、めちゃくちゃ珍しい個体なんだよ。名前はミナミスズミ。周りにいる灰色のやつも全部同じ魚です。つまり突然変異で黄色くなってるんですよ。でこの異常個体が小笠原にたくさんいるんですけど、なぜかはまだ解明されてないのよ。不思議だよね。さて、それでは魚つきを始めていくんですけども、今回巨大魚出てきますから、巨大魚はね、もう神出鬼没なんで、いつ出てくるかドキドキしながら見てくれると楽しいと思います。この日は魚つき6日目かな。だいぶ手盛りの扱いに慣れてきた頃なんですけども、ちょっとね、小さい魚を狙ってみることにしました。ヨスジフエダイという魚ですね。これ結構美味しいんですよ。狙いを定めてヒットするが外してしまう。でもう一匹狙いを定めてヒット。ナイスキルショット。普段ね、水中銃使ってますんで、手盛りがねなかなか難しくて、この辺りからちょっとずつね使いこなせてきたんですよ。ちなみにこれ食べるのめちゃくちゃ楽しみにして撮ったんですけど、陸に上がったらガラパゴスザメに食われてました。ガラパゴスザメ許すまじ。さて、こちらは6日目とかかな。かなり魚つきも慣れてきて当たるようになってきたところ、何か発見したようです。潜行開始。画面中央に魚がいるのがわかるでしょうか。こっちを向いた瞬間にヒット。だいぶね、いいところに当たるようになってきましたね。はい、こちらコクハンアラのおそらく50センチぐらいの個体ですね。はい、2キロぐらいかな。でこの後ちょっとびっくりな展開があります。脳天締めした後、まさかの魚が出てきたんですよ。こちらですね、ニシキベラですね。こんな魚を食べてるんですね。音量上がります、注意してください。突如 GT が出現しました。2、30キロサイズの個体ですね。いやー、にしても GT は何回見てもかっこいいですね。そのまま泳いでいっちゃいました。そして次の日、さらにとんでもない巨大魚を発見しました。今回の狙いと言っても過言ではありません。今マサルがいるのは海底の山みたいなところなんですよ。さて、ここで潜行開始。マサルはバラハタを狙っていますと、ここでサメの気配を感じました。それほど巨大な魚が視界に入ったのです。画面中央部に白い影が。まさかの40キロ級のイソマグロだ。このサイズは脳に当てない限り回収は不可能。下手な場所を撃てば沖に連れて行かれ帰ってこれなくなる可能性も。そのまま流されれば死ぬのはほぼ確定。この一撃で俺が死ぬかイソマグロが死ぬかが決まる。命がけの対等の勝負をする覚悟が決まっていたのに、脳裏に雑念ばかりが浮かぶ。果たしてどうなるのか。俺は結局自分の命を選んでしまった。己の不甲斐なさに腹が立ってしょうがない。だがおそらくあの個体は2人以上で仕留めないとかなり難しいと思われる。結果的に無駄に命を捨てずに済んだと考えよう。もう一度キルショットを打てる位置まで近づけるか試してみるが、やはり距離を取られて難しそうだ。尻尾なら当たるが、当たったところで回収は不可能だろう。その後イソマグロたちは去っていきました。そして2日後、もう1種類の念願の巨大魚に遭遇するのであった。
遠くて分かりづらいがコクハンアラだ。15キロ以上ありそうなかなりいいサイズだ。しかしこちらに気づいて徐々に距離を取られている。まだ潜る前だというのに。潜行開始。振り返ってくれ。振り返ってくれればつける。頼む。逃げないでくれ。あーくそ、逃げられてしまいました。そして最終日、もう一度コクハンアラに出会うことができました。こいつは中型ですね。5キロぐらいはありそうです。水深は4メーター、潜らなくてもつけそうな位置にいます。これはラッキーだ。絶対に仕留めたいところ。外すなよマサル。ヒット。昨日見た個体の3分の1以下しかないのにとんでもないパワーだ。しかし畑は浮力調整が苦手。一度水面まで引き上げてしまえばこちらのもの。よっしゃー、なんとか力勝ちしました。5キロ、狙ってたサイズより全然小さいけど嬉しいね。いや、にしても元気ですね。元気な個体は体に栄養があるということで美味しい可能性が高いです。期待ができますね。大喜びで持って帰ろうとしていた時、とんでもないやつに出くわしてしまいました。これが20キロ超えのコクハンアラです。潜行開始と同時に逃げられ出しました。絶妙な距離。しかし射程範囲ヒット。どういうこと？ 23 キロの GT でさえ全く壊せなかった仕掛けですよ。それを一瞬でぶち壊されました。うわー、おられてるー。正直20キロオーバーのコクハンを取りに沖永良部島からはるばる小笠原まで来たんで、もう結構悲しいですね。潜るタイミングがもうちょい遅ければ取れてたかもな。くっそー。というわけでタイムアウト、出港です。父島の人たちね、感動しちゃうぐらいね見送りしてくれるんですよ。もう感極まって泣いてる人たちもねたくさんいて、もう俺もね結構すごい胸打たれましたね。いい島や、俺と同じ船や。正直言って今回の小笠原散々やった。手盛りは股間にぶっ壊されるし、40キロのイスマグロをいざ目の前にすると撃てなかった。普通だったらもう無理だったまで終わると思うんだけど、俺はこれ逆にチャンスだと思ってて。っていうのもですね、次回船チャーターしてます。もう次回取れる魚のでかさ想像つかないでしょ。俺も想像つかない。イソマグロも40キロごときじゃないかもしれない。そしてなんとバショウカジキも取れる可能性があります。そんなのを手盛りで真正面から俺がついて仕留めたら、日本、いや世界の魚付き YouTube の歴史が変わりかねない。しかも俺巨大魚が取れる前提なんで25人ホームパーティーに呼んでます。25人来ること確定してます。でもそれぐらいかけてる方が面白いと思うんだよね。次回っていうか明日から小笠原行くんだけど、ほんまにガチで行きます。みんながビビるような映像絶対持ち帰るからマジで楽しみにしといて。取れるかなということで調理パートに移ります。どうもマサルです。前々回に引き続きまだ喉が壊れております。というわけで今日もアフレコでやっていこうと思います。それでは早速観察していきましょう。はい、こちらはコクハンアラ5キロぐらいですね。正直このサイズだったら沖永良部島でも結構つけるんで、今日はねかなり短尺でいきます。なぜなら俺が取った怪物級のコクハンアラの解体を見てほしいから。次回は絶対取ってやるからな。そしてこいつは腹がパンパンなの。油が乗ってたらこれはね異次元にうまいはず。何が入ってるんだろうね。それでは早速さばいていく。今回はですねすき引きをしていくことにしました。鱗取りで取ると床中鱗だらけになって掃除が大変なんですよ。ちなみにすき引きはキンキンに研いだ包丁でやるとすごい早くできるんですけど遅いっすね今回。次にヒレを切り落としていきます。
ヒレを落とすとすき引きがかなり簡単にできるようになるんですね。じゃーんということで、すき引きが終わりました。さて、お腹の中に入っているのは何なのか。お、これは脂肪ではありませんか。きたきたきた、これは最高級個体や。一応胃袋の中に何が入ってるか見ときましょうか。こんな感じで内臓脂肪がついてる個体は身にもサシが入ってるんですね。で、なんと胃袋がパンパンなんですよ。何か入ってますね。ちょっと開けてみましょう。結構でかいぞ。おー、出てきた。丸まんまや。おそらくオスジクロハギだと思われます。ハタは口が大きくて胃袋が丈夫なんで、結構でかい魚を食べることが可能なんですよ。さて、今度は頭を落としていきます。5キロぐらいの魚がやっぱ一番おろしやすいですね。背骨をグリッと。そしたら血合いに傷をつけて血を取り除いていきます。そしてササラで洗っていくと、これは丁寧に洗えるだけ洗った方がいいです。さて、こっから三枚おろしですね。で、この時ね、よく注目してみると白い皮に模様があるんですよ。で、この白い模様はですね、なんと油です。もう最高個体確定で、もうテンション爆上げでした。はい、動画内のマサルもね、あんな感じで言ってますね。これどんな味がするのかめちゃくちゃ楽しみですね。さて、腹骨を取り終わったと、お次は血合い骨。そして一口サイズに切って昆布だしで茹でて食べていくことにしました。素材がいい魚にだけ許された調理方法です。さて、ネギをぶっかけてポン酢をぶちかければ完成。久々にこんなレベルの高い魚に出会いました。なんだこの口の中いっぱいに広がる幸せは。材料は昆布、魚、ポン酢のみ。うまみと魚の脂のハーモニーがとんでもねえ。食べたい。珍しく母親から食べたいとの言葉が。どんな反応をするのか。すごい弾力プリプリ。美味しい。クメみたいじゃない？あ、そうやね。ほらうまいわ。今度は柚子胡椒をかけて食べてみることに。うま意味わからんぐらいうまい。うますぎたので、この後友達の家に分けてあげに行くことにしました。うまかった。はい、喉がね回復したんで、ミズラーと加藤くんがね来てくれます。めちゃくちゃ美味しかったですね、このコクが。あ、これ動画です。多分僕の宅飲み史上一番うまい魚です。マジっすか？マジで。いや、このコクはほんまに俺が食べたコクの中で一番うまかったですね。ミズラー食べてみてよ。はい。めっちゃうまい。てかミズラーって呼ばれるのが正解なの？水ラーが正解です。あ、ちょっと柚子胡椒とかつけたらいいかも。いいですか？なんでこのコクの動画にミズラーが出てるんだろう。確かに。ホロホロなんだよこれ。もうすっごいホロ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 。ちょっとこれ乗せちゃっていいですか、写真に。乗せちゃって乗せちゃって。めっちゃうまいよね。格が違う。なんか俺が言わせてるみたいな感じじゃなくてさ、普通にうまいよね。本当にうまい。いや、マジでうまい。いやーよかった、みんなで。めっちゃうまい。最高。はい、こんな感じでね、コクハンアラは男4人で楽しみながらね食べることにしました。